様こんにちは、セリナです。今回は8月買ってよかったコスメ購入品とお気に入りアイテムを使ったメイクをご紹介していきます。8月はシャネルやディオールの秋コレクション、そして NARS の限定パウダーなど注目アイテムが盛りだくさんでしたよね。今回も8月に購入したアイテムをご紹介した後に実際に使用していく中で特にお気に入りになったアイテムを使ったメイクをご紹介していきます。ぜひ皆様のお気に入りアイテムもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも2024年クリスマスコフレの発売情報やアイシャドウチークリップなどの全色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは8月の購入品をご紹介していきます。8月23日限定発売、NARS ライトリフレクティングプリズマティックパウダー、ライトリフレクティングプリズマティックパウダールース、イヴ・サンローランボーテオールアワーズハイパープレストパウダー11ユニバーサル1ニュートラル、シュウエムラアンリミテッドワシベールセッティングパウダー、コスメデコルテゼンウェアグローグローメイクアップスポンジ、ディオールショーサンフルールプランドゥーバリコレクション083-30モンテーニュ173レトワール663サントノーレ983シャンゼリゼ、シャネルフォールウィンターメイクアップコレクション2024レ・タロット・ドゥ・シャネルラベンダーブラッドオレンジ、メキャトロオンブル392イニシアシオン394ディビナション、ルージャーリュールリクイッドベルベット204ブルブラント。ではここからは8月に購入したコスメの中で特にお気に入りになったアイテムを使ってメイクを仕上げていきたいと思います。まず1つ目のアイテムはこちら、コスメデコルテのゼンウェアグローとグローメイクアップスポンジです。コスメデコルテの大人気ファンデーションゼンウェアシリーズに待望のツヤタイプが登場ということで、発売前からとても注目していましたが、こちらのゼンウェアグローはファンデーションの粉体を感じさせないようなかなり滑らかで高保湿なタイプなのに、重ねていくとしっかりとしたカバー力も得られるところがすごく優秀なファンデーションだなと思いました。私は皮脂や汗崩れがかなり気になる肌タイプなので、まだまだ暑さが残る今の時期だと少し崩れは気になりますが、それでもドロドロに崩れてしまうという感じではないので、もう少し暑さが落ち着いたらさらに活躍してくれそうだなと思っています。そしてこちらのファンデーションの発売記念でファンデーションを購入した方にこちらのメイクアップスポンジがセットになっていたのですが、このスポンジがかなり優秀で、スポンジ塗りをすると綺麗なツヤを出しつつも毛穴を全く感じさせない毛穴レス肌に仕上げてくれました。かなり厚みと弾力のあるスポンジで、こちらを使ってタップするようにのせていくと肌に綺麗に密着してくれます。ゼンウェアグロー以外のファンデーションを使うときやカバー力の高いコンシーラーをなじませたいときにも大活躍してくれています。それでは早速こちらのファンデーションで仕上げていきます。私はファンデーションをスポンジに直接取ってこんな感じでタップして塗っていくのがお気に入りです。こんな感じでタップしていくだけで綺麗にツヤが乗りつつ、この時点でもかなり綺麗に毛穴カバーしてくれています。ただスポンジ塗りをするとカバー力はかなり弱まるので、何度か付け足してしっかりカバーしていくのがお気に入りです。はい、まずはこちら側半分にスポンジを使って一度塗りで仕上げてみました。一度塗りの時点だと下地のみの方と比較をしても厚塗り感がない自然な仕上がりですが、滑らかなツヤが肌全体に乗っているのと、近くで見てもこんな感じで毛穴を全く感じさせないような毛穴レス肌に仕上げてくれます。厚塗り感のないナチュラルな仕上がりでツヤが出るタイプで毛穴レスに仕上げたいという方にかなりおすすめです。ここからさらに重ねていきます。重ねていっても粉体感がないので、毛穴に汚くファンデーションが溜まってしまうことなく、しっかりカバーしながらも滑らかなツヤを保ってくれます。はい、重ねていくとこんな感じに仕上がります。ファンデーションの粉体を感じさせない滑らかなタイプですが、重ねていくと赤みや色ムラをしっかりとカバーしてくれるコンシーラーいらずのハイカバーな仕上がりになってくれます。
これだけしっかりとしたツヤが出るタイプのファンデーションで、ここまでカバー力が出せるのはとても優秀だなと思います。これからの秋冬シーズンに向けてしっかり保湿しつつ、ツヤツヤな毛穴レス肌に仕上げたいという方にかなりおすすめなファンデーションだなと思います。続いてはこちら。イヴ・サンローランボーテオーラバーズハイパープレストパウダーの1番。そしてシュウエムラのアンリミテッドルースパウダーのスミレモーブです。8月は NARS の限定ギフトが発売されたので、こちらのアイテムとの比較でいろいろなフェイスパウダーを購入しましたが、かなり暑くて崩れ対策が大変だった8月のベースメイクを支えてくれたのが、サンローランのプレストとシュウエムラのルースでした。どちらもとにかく汗や皮脂崩れに強いのに、毛穴まで綺麗にカバーしてくれるところがすごく優秀で、しっかりと作り込んだ肌に見せたいときはカバー力の高いイヴ・サンローランボーテ、自然な透明感を与えて軽やかな印象に仕上げたいときはシュウエムラという感じで使い分けをしていました。特にイヴ・サンローランボーテはこまめにメイク直しができない状態の日でも、朝にメイクを仕上げるときにしっかりとのせておけば長時間汗や皮脂を吸着してくれたので、なかなかメイク直しができないときに大活躍してくれました。今回は半眼ずつに塗ってご紹介していきたいと思います。まずはこちら側半分にイヴ・サンローランボーテです。こんな感じの付属のパフもありますが、フェイスパウダーブラシを使って塗るとより顔全体に均一にのせることができておすすめです。大きめのブラシに軽くのせるように置いた後、わっと磨いていくとこんな感じでパウダー自体にもカバー力があるので、一塗りで作り込んだような綺麗な肌に仕上げてくれます。はい、こちら側半分にイヴ・サンローランボーテを塗ってみました。今回ツヤがしっかりと出るタイプのファンデーションを使っているので、イヴ・サンローランボーテのパウダーのセミマット感がとてもわかりやすいと思います。ナチュラルな仕上がりのパウダーファンデーションをさらに上から重ねた時のような、厚みは出ないけれど肌の凹凸などをさらにしっかりとカバーしてくれているようなハイカバー感がとても綺麗です。そしてこちらの1番はファンデーションのようなカラーがうっすらとついているので、赤みが気になる時のお直しにもとても使いやすいです。絶対に崩したくないという時にかなりおすすめなフェイスパウダーです。では反対側にはシュウエムラを塗っていきます。シュウはルースタイプなのでイヴ・サンローランボーテよりもかなり軽やかですが、塗るだけで肌表面がサラサラに仕上がります。そしてラベンダーカラーで自然なトーンアップ感が得られるところも綺麗です。はい、こちら側にはシュウエムラを塗ってみました。反対に塗っているイヴ・サンローランボーテと比較をすると、シュウは軽やかで程よい素肌感を残したまま毛穴レスな肌に仕上げてくれているのが分かりやすいと思います。そしてモーブのカラーで内側から発光するような自然な透明感が出ているところもすごく綺麗ですよね。近くで見るとこんな感じで厚塗り感は出ませんが、こちらも綺麗に毛穴や凹凸をカバーしてくれる効果があります。そして肌表面はシュウエムラの方がよりサラサラに仕上がるので、薄まくながらもサラサラな肌に仕上げたいという方に特におすすめです。続いてのアイテムはこちら。ディオールショーサンクブルール08330モンテーニュです。8月はシャネルとディオールからそれぞれ秋コレクションとして素敵なアイシャドウがたくさん発売されて、どのカラーもとても可愛くて迷いましたが、個人的にはこちらのディオールのパレットの右上のゴールドカラーがとても素敵で、こんな感じのグリーンのベースにラベンダーなどの大粒の多色ラベが輝いているところが特にお気に入りなポイントです。今回のディオールのコレクションは今までに発売された限定色よりもかなりラメの粒が大粒なので、ラメ好きの方には見逃せないコレクションになっているんじゃないかなと思います。今回はこちらのパレットの中から3色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらはシルバーのラメが輝くグレーカラーです。このパレットはグレーやブラックなど寒色系のニュアンスの中に右上のゴールドカラーがセットされているところがとてもおしゃれです。そのまま付属のチップにも取って下まぶたにものせていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。
このブラックは意外とカラー調整がしやすいので、指塗りでもこんな感じで綺麗にぼけてくれます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶた全体に重ねていきます。はい、こんな感じでパレットの中の3色を使ったメイクが完成しました。ベースはアイホール全体にシルバーと目尻3分の1にブラックで締める寒色ニュアンスで揃えましたが、上からゴールドのアクセントを効かせることで、シルバーとゴールドの華やかさが生きたメイクに仕上がったと思います。大人っぽさや華やかさの中に絶妙な透明感が出るところがすごく素敵なパレットだなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いてのアイテムはこちら。シャネルレ・タロット・ドゥ・シャネルのラベンダーとブラッドオレンジです。こちらのチークはそれぞれ単色使いをするのもものすごく可愛かったですが、個人的にはラベンダーとオレンジを組み合わせて使うと絶妙な血色感の中に柔らかい透明感が出る感じがとても可愛くてお気に入りだったので、今回は2つをご紹介していきたいと思います。以前の動画ではオレンジの上にラベンダーをのせる方法をご紹介しましたが、さらに透明感を引き出したいときはラベンダーをベースに塗っておいて上からオレンジの血色を足す方法もおすすめなので、今回はそちらをご紹介していきます。まずはラベンダーを頬の広い範囲にベースとして塗っていきます。こちらのラベンダーチークはこんな感じで結構発色がいいので、単色でもしっかりカラーを楽しむことができます。こんな感じで広範囲にラベンダーをのせたら、の中心部分にふんわりとオレンジを重ねていきます。はい、両方の方に塗って仕上げてみました。ベースにラベンダーのカラーを広範囲に塗っておくことで、顔を動かした時に自然な透明感をしっかりと感じることができます。そしてこちらのチークはカラーが可愛いだけではなくて、近くで見てもこんな感じで重ねるごとに毛穴や凹凸をきれいに埋めてくれるような毛穴ぼかし効果も兼ね備えているチークです。セミマットに仕上がるところがより今っぽさを出してくれていて、とても素敵だなと思います。それでは最後のアイテムです。こちら。シャネルルージュアリュールリクイドベルベット204トルブランドです。こちらは限定の秋コレクションと同時に発売された新作のリップです。かなり鮮やかで明るいコーラル系に発色しますが、時間が経つとふわっと柔らかなセミマット質感に仕上がるところがとてもおしゃれで、華やかで明るいカラーなのに上品さを兼ね備えているところがシャネルらしくてとても可愛いなと思ったリップです。色持ちもとてもいいタイプなので、リップを長持ちさせたい時にもよく活躍してくれます。大人っぽい印象のオレンジメイクを楽しみたい時にとてもおすすめです。はい、唇の上にのせるとこんな感じです。かなり鮮やかなコーラルオレンジですが、この絶妙なふわっとした質感で上品さも兼ね備えてくれています。今回のようにチークにオレンジのニュアンスが入っていたり、アイシャドウにゴールドのカラーなどが入っていると特に組み合わせやすいんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じで8月買ってよかったコスメ購入品とお気に入りアイテムを使ったメイクをご紹介していきました。ポイントメイクは例年よりも明るめでカラーをしっかりと楽しめるようなコレクションが多く発売されたなと思います。ぜひ皆様の8月お気に入りアイテムもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。